天才と呼ばれた男が自分で作った会社から追放された。だが、それは終わりではなかった。ある物理学者が解き明かしたこの世界の仕組み。執着を手放した先に、世界は動き始める。仮想現実を歩く者たちが見ているもの。その真実を観測する。These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. ねえルナ、スティーブ・ジョブズって iPhone とか作った人でしょ？なんであんなに神様みたいに崇められてるの？現実歪曲空間って聞いたことある？何その中二病っぽい名前。スティーブ・ジョブズって超能力者だったの？そう見えるくらいすごかったの。彼ができるって言い張ると、周りが魔法にかかったみたいに無理なんだよを実現しちゃう現象のことよ。例えばジョブズが技術的に絶対無理なスケジュールを24時間でやれって断言するでしょ。そんなのパワハラじゃん。普通はそう思うよね。でも彼が去った後にエンジニアがなぜかできる気がしてきたって魔法にかかったみたいに動き出しちゃう。これが現実歪曲空間。へえ、便利じゃん。私もそれ使って締め切り伸ばしたい。現実歪曲空間ってジョブズが他人を操る魔法だと思われてるけど違うの。彼が見ている完璧な未来のコマがあまりにも鮮明で魅力的だから、周りの人間が自分の限界のフィルムを捨てて自らその世界に飛び込みたくなっちゃう現象のことなんだよ。つまり彼自身が圧倒的な光を放つ映写機だったってことね。周りの人はそれに照らされて自分が思っていた以上の力を発揮してしまったんだ。操ったんじゃない、照らした。そこが全然違う。あれ、イーロンの話この前したばっかじゃん。二人ってどう違うの？根本的に違うところが一つある。イーロンは目の前の現実がどれだけ最悪でも、ロケットが爆発しても、会社が倒産しかけても、そこに執着しなかった。ゴールのコマだけを見続けた。ジョブズは目の前で起きていることすべてに過剰に反応した。どういうこと？気に入らないデザイン、無能に見える社員、遅れるプロジェクト。ジョブズは目の前の一つ一つに全力でぶつかっていった。自分でどうにかしようとする力が異常に強かった。それってわかる気がする。うまくいかないと全部自分でコントロールしようとしちゃうやつだ。そう、そのやつ。でもやればやるほど消耗するんだよね。で、ジョブズはどうなったの？1985年、スティーブ・ジョブズは自分が作り上げたアップルから最も屈辱的な形で追放というしっぺ返しを受けた。天才が自分の会社から追い出されたってこと？アップルを追い出されるなんて、ジョブズにとって最悪の出来事じゃん。そこからどうなったの？ここが面白いところ。追放されたジョブズはルーカスフィルムからただの CG ハードウェア部門を買収するの。当時$1000万で、それがその後にピクサーになる会社。ピクサーってジョブズが作ったの？じゃあそこでいきなりアニメを作って大成功したんだ。いいえ、最初はアップルの時と同じ失敗を繰り返したわ。また？ジョブズは高性能な CG 用コンピュータを売るという自分のやり方に執着して、また全部コントロールしようとしたの。結果は大赤字。何度も会社を身売りしようとしたくらいどん底だった。天才でも同じところで転ぶんだ。なんか親近感。みんなそう。パターンって意識しないと変わらない。じゃあ
どうしてあんな大成功したの？ついにジョブズが自分のやり方を手放したからよ。彼はハードウェアを売るという強い執着を捨てた。そして現場のクリエイターたちが持っていたフル CG のアニメ映画を作るという途方もない夢にただ投資し続けることにしたの。最高の作品を世に出すというゴールのコマだけをセットして、あとは彼らの才能という流れに完全に身を委ねたのね。流れに任せたらどうなったの？世界初のフル CG アニメトイ・ストーリーが生まれた。ピクサーはその後ディズニーに74億ドルで売却されるわ。アップルでの消耗とピクサーでの大逆転、手放した瞬間だけ世界が動いた。そう、同じ人間が同じ失敗をして、でも一度だけ違う選択をした。たったそれだけで歴史が変わった。執着を手放した瞬間に奇跡が起きたんだね。自分の力で道をコントロールしようとするのをやめたとき、彼らは歴史を変えた。ただそれだけのことだよ。If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. あ、これ有名なスタンフォードのスピーチだ。2005年、アップルに返り咲き、ピクサーをディズニーに売却した後のジョブズが学生たちに語りかけた言葉。未来に向かって点をつなぐことはできない。過去を振り返って初めて点はつながる。ねえ、ルナ、このスピーチ全部見たことある？あるよ。どのエピソードもほぼタフティじゃん。気づいちゃった？ジョブズ、タフティを読んでたんじゃないかってぐらい。本当のことはわからないけど、自分の人生で全部体験したんだよ。概要欄にリンク貼っとくね。見たらきっとわかるから。私が今うまくいってないことも後から点になるのかな？なるよ。ジョブズだって暗闇の中にいる時には気づいてなかった。今あなたがどうにかしなきゃって消耗してること、それ何？いくつかあるけど全部自分でコントロールしようとしてた気がする。ジョブズでもアップルで1回、ピクサーでもう1回、同じパターンで転んだ。天才が2回も転ぶなら私が何回転んでも恥じゃないな。そう、問題は転ぶ回数じゃなくて手放せるかどうかだよ。手放してみる。行き先だけ決めてあとは流れに任せてみる。ステイハングリー、ステイフーリッシュってそういう意味だったのかもね。植え続けて愚かであり続けろ。行き先への渇望は手放さず、でも道のコントロールは手放せってことかもね。Stay hungry, stay foolish. 最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、通知設定もよろしくね。コメントやハイプもとっても励みになってます。リクエストやご意見ご感想、体験談などはご意見箱へ。シェアしてくれるととっても嬉しいです。概要欄にリンク貼ってあります。よかったらノートも見に来てね。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。Thank you.